今回は瞑想のステップ1、集中について練習の仕方や効果をお話しします。まずは前回の復習として瞑想の3つのステップをもう一度説明します。はじめに瞑想の過程を説明します。瞑想には3つのステップがあります。はじめに行うのは集中です。心を何かの対象に集中していくところからスタートします。集中していく中で、その集中対象と心が離れなくなって同化していく状態がやってきます。その同化した状態のことを瞑想と呼びます。さらに深まると三昧という状態になります。三昧とは贅沢三昧とか読書三昧など我を忘れて没頭するというような意味で使うように、心が対象に没入した状態のことを言い、その結果対象の本質を把握すると言われます。瞑想とは集中対象と同化した状態のことと、これらすべての過程のこと、どちらのことも瞑想と呼びます。今回は集中についてお話しします。日常の中でも何かに集中しようと思うことはあります。それは仕事であったり、勉強であったり、集中してできることもありますが、思ったように集中できない時もあります。そうかと思ったら、気になることや好きなもの、目を奪われたものなど、意図せずして集中し、時間が経ったことに気がつかない時もあります。そう、人は集中するという行為を自分の意思でコントロールすることが苦手なのです。そのため、瞑想のステップ1である集中も、ある程度の練習を必要とします。集中とは、心を集める、特定の場所から心が離れないようにくっつける、釘付けにするということです。集中するには対象を持つことが必要になりますね。まず練習のために体の部位の中で集中しやすい場所が2箇所ありますのでご紹介します。一つは眉間です。顔面には目、耳、鼻と言われる五感の神経が凝縮しています。眉間に心を集中していくことで、それらが閉じ込められたようになり、集中しやすくなります。もう一つは胸の中央です。眉間よりは範囲が大きく、捉えどころがないと思うかもしれませんが、胸は自分自身を指すときに手をあてがう場所になります。胸を打ったり、胸を痛めたり、胸の奥から大きな衝動を感じることがあるように、自分自身の根幹的なものを感じる場所だと思います。体の部位以外では自分の呼吸に集中しても構いません。まずは座って背筋を伸ばし、軽く目を閉じて集中するポイントに心を集めてみましょう。はじめは3分、5分など時間を決めて行うのもいいと思います。集中の練習をしていても、いつの間にか違うことを考えていることがあります。気になっていることや、やらないといけないことなど、いつの間にか心はふわーっと動いていきます。それに気がついたら、一旦ストップさせ、また集中する箇所に心を集めていく。その繰り返しが練習になります。常に心が動き回っていることに気がつくことも瞑想のステップになります。次によくあるのは寝てしまうということです。
それも瞑想とは別物になります。集中を継続するには意志の力が必要で、それはとても能動的で積極的な心の力なのです。気になっている事柄があると、そのことばかり考えてしまったり、考えたくなくてもやめられなかったりするものです。ポジティブな事柄ならばそれはいいのですが、ネガティブな事柄に関しては、その状態が続くことで体調を壊したり、心の病になったりすることもあります。集中する練習というのは、一点に心を集めることによって、それ以外のことについての考えを一旦ストップする練習にもなります。放っておけば考えてしまう、思い出したくないのに思い起こしてしまうことなどをストップさせ、自分の意思で自分の心をコントロールする力を養うことにつながります。さて、今回は集中について、練習の仕方や効果についてお話ししました。次は集中する対象についてお話しします。今回紹介した眉間や胸はあくまで練習となります。瞑想につながるためには対象を持つことが大切になります。それは瞑想する意味や目的と大きく関係しています。では、お楽しみに。